今日はスウェーを直して飛距離アップ、はい、トップまで行ったら体重移動は左にします。体重移動ができたら、次ここから回転を入れていくんですけど、はい、左のお尻をイメージ。皆さんこんにちは、ひがです。お願いします。はい、ということで今回は飛距離アップについてやっていきたいなと思います。お願いします。はい、そしてテーマなんですけど、今日はスウェーを直して飛距離アップ。スウェーっての皆さん聞いたことあると思うんですけど、スウェーをすることによって飛距離をねやっぱロスしてる場合が多いので、今回はそれについてやりたいなと思うんですが、スウェーをするとなぜ飛距離が落ちてしまうのか、なぜでしょう？ちょっとわかんないです。そもそもスウェーって言葉は聞いたことあるんですけど、スウェーってどういう？そうだね。回転の動きではなくて、体重移動を意識しすぎて骨盤が横に流れる動きをスウェーって言うんですけど、それ後で動きながらまた詳しく説明するんですが、骨盤が横に流れてしまうことによってボールにうまく力が伝わらずに飛距離ロス、もしくは自分のスイング以上の飛距離が出てない場合がありますので、今日はスウェーの直し方、スウェーとは何なのかっていうのを説明していきたいと思います。お願いします。お願いします。初回スイング診断を受講される方限定で比嘉萌えのステッカーを配布しております。欲しい方は e スイングのスタッフまで声掛けしてください。みんな来てねということで早速説明していきたいと思います。使用クラブはドライバーでやっていきます。アイアンでもドライバーでもスウェーっていう動きは良くないので、全クラブ同じように考えていいと思います。じゃあまず、スウェー、さっき萌えが突っ込んでくれたスウェーとは何なのかっていうところなんですけど、さっき言った骨盤が横に移動してる動きがスウェーなんですけど、動きでやってみるとアドレス構えて、自分のこの足の外側ありますよね、足幅よりも骨盤が横にこうやってずれることをスウェーっていうんですね。バックスイングで言うとこういう動き、腰が流れてますよね、でフォロースルーにかけて腰が流れてしまうことをスウェーってゴルフ用語で。それはもうどっちもなの？どっちも言います。右も言うし、左も言う。なんでゴルフ用語でのスウェーはこういう動き、でじゃあなんでスウェーになってしまうかなんですけども、スウェーになる人は腰の回転がそもそも入っていない人、横に流れてるだけで腰が全く回転していない人っていうのはスウェーになります。なのでまず意識するポイントとしては、自分の足幅の中で骨盤を回転させる。で骨盤で分かりにくい人はおへそでもいいと思います。おへそをバックスイング右側に上げてくるときはおへその向きが右に向いてくる。スウェーする人はおへそは右に向かないです。正面向いたままお尻だけが横にずれるので、スウェーして体が回らない状態の人は飛距離が落ちます。まずはおへそもしくは骨盤がしっかり右サイドに向いてくるように、でこの時にプラスで注意しなきゃいけないのは、スウェーを気にしすぎて、逆に左足に乗りすぎてしまう。バックスイングを上げるときは基本的に重心は右に入ってくるんですけど、右に入る範囲っていうのは流れすぎないところで右に回転してくる、右足軸で回ってくるんですけど、スウェーを嫌がる人っていうのは逆に左に乗りながら重心が左に多くかかって回転する人っていうのは逆に今リバースピポット、こう腰がのけぞるような動きになってしまうので、5対5で構えてたとしたら右足の軸を気にしながら骨盤を右に向けてくる。分かりにくい人は構えてからボール打たなくていいので、構えてから右のかかとをちょっと上げます。ちょっとだけ、ちょっと上げた状態から右に体重がかかってくるようにバックスイング上がるんですけど、この時もしっかりおへそが右方向に向いてくる、なんですけど右の膝の高さが変わらないように注意してあげると、この時にやってみると分かるんですけど、だいぶこう右に重心が入ってるの、右足に力が入ってる状態が分かりやすいと思います。かかとつけてるよりも、地面に設置してる面積が少ないので、だいぶこう右足に力が入ってきて、この辺が張ってくる感覚があると思うんですね。
これが逆に右足上げてるのに右にあんまり圧がかからない人っていうのは、右膝がおそらく伸びてると思うので、右膝を高さ変えないまんまかかと上げておへそを右に向ける、動きをやってあげると、右に乗る感覚、右に乗ってるけどスウェーではなく回転してる動きっていうのが分かりやすいかなと思いますので、やってみてください。トップまでの右側のスウェーが意識できるようになったら、次は左側もさっき言ったようにスウェーっていう動きが入る方がいるので、左側のスウェーの修正方法と練習ドリルをやっていきたいと思います。まずじゃあトップまでいったら、体重移動は左にします。右に乗った体重っていうのをまずは打つ時までに左に戻さなきゃいけないので、バースイング上げたら左に乗っていくんですけど、この時に乗せる時にこの左膝の向きですね、左膝の向きが割れないように、自分の左のつま先よりも外に向いていることを割れるっていうんですけど、割れてしまうと重心が外側にかかりすぎてしまって力が外に逃げてしまうので、左の体重移動はもちろん骨盤だけがねこうやって移動する人もいるんですけど、膝が割れすぎてしまう人もいるので、戻すのはちょっと内側に入ってる膝のラインを正面に戻すまでを意識する。で、分かりにくい人はちょっと膝が割れないように修正するので、アドレス構えた時に左のつま先をちょっとだけ内側に入れます。そうすることによって膝が割れにくくなるので、ロックされてる感じが、そうストッパーがかかって膝が割れない状態が作れるかなと思いますので、分かりにくい人はアドレスで少し内側に入れて振ってみると、左の壁っていうのが意識しやすいかなと思います。でプラス体重移動ができたら、次ここから回転を入れていくんですけど、回転っていうとこう乗ってこうやって回ろうとする人が多いんですよね。これ回転は回転なんですけど、上半身が一緒にこうついてきてしまってるので、力はうまくボールに入らないんですね。ゴルフって回転プラス捻転を作んなきゃいけないので、バックスイングダウンスイングで左に乗ったら、どっちかというと左のお尻を後ろに引くイメージでやっていきたいダウンスイングやったら、後ろのポッケ、左側のですね、この後ろのポッケをですねこうやって引っ張られるようなイメージ。これがこうやってもダメだし、引っ張らずにこのまま回っても良くないので、後ろに左の後ろのポッケを引っ張られるイメージで持ってきてあげると、左も流れずに上半身もついてこず、アウトサイドインになることもなく、インサイドから下ろせた状態で壁が作れるかなと思いますので、ダウンスイングはバックスイングよりもちょっと動きが速いので難しいと思うんですけど、1個ずつ左のつま先を入れる。そしたらもう左の割れることはほぼほぼないので、いつも通りこう体重移動したら膝を後ろに引くでもいいので、実際に後ろから自分で引っ張ってもいいと思うので、感覚が分かるまではちょっと後ろに引く練習を入れてあげるといいかなと思います。ということで、じゃあ実際に前に打ってもらいたいと思います。ちょっと私自分がスウェーなのか分かってないので、見てもらって。かしこまりました。じゃあやっていきましょうか。いいね。前は今のスイング、うわびっくりナイスショットですね。今のスイング正面から前の見たら分かると思うんですけど、前はスウェーはほぼほぼない、ちゃんと綺麗に骨盤の回転で打ってくれるんですが、今のめちゃくちゃいいナイスショットなんですけど、たまに萌えも癖として持ってるのは、どっちかというと萌えは骨盤の流れじゃなくて、上半身が突っ込んでいくような、この上半身の軸のブレ、下半身じゃなくてねがたまにあるかなと思うので、そこはまた別の動画で説明していきたいなとは思いますね。でもナイスショットですね。でここから萌えはスウェーしてないけど、さっきの私が説明した動きをちょっとやってもらって、実際にやってみてもらった感想と、
どれぐらい距離が伸びるのか、ここから伸びたらラッキーだし、まあ、結構もう今飛んでる方なんで、どれぐらい伸びるかはちょっと分かんないですが、やってみましょうか。はい、右足のつま先を逆、こっち、そうそう、かかとを上げて、こう、そう、この時になんとなくこう右足にギューって力が入る感覚あります？右足にギュー、まだあんまり圧かかってないですか？なんか膝が重いです。膝が重い？あ、でもなんかそういう踏ん張ってる感覚があれば問題ないと思います。そう、ずっとちょっと上げてバックスイング上げるまではしっかり踏ん張る、そうですそうです。そうすると、まあ、ここの高さが変わらなければ若干ね、この右お尻あたりにキュッて張りがあるんじゃないかなと思います、この感覚が分かれば OK です。はい、もう一回いきますか、もう最初からつま先側をちょっと内側に入れて、右足はもうくっつけてていいので、さっきの右お尻しっかり張ったまま、そこからダウンスイング、体重乗っていいですよ。そう、そこまで乗ったら左の膝を後ろに、そう、この時にもう一回トップまで行ってもらっていいですか？ OK、ここから体重乗るで、ちょっと引っ張ります。失礼します、ここから後ろにギュッと、そう、こんな感じで後ろに引っ張られる感じ。もう一回、そう乗って後ろ、そうですそうですそうです。ぶたたかれる方もごめんうわーとか今ぐらい後ろから引っ張られてるような感覚がある。なんか思ったよりもすごいそう後ろに行くんだっていう印象は、そうなんです、後ろに引っ張っとかないとやっぱ手元がアウトからくる。右の骨盤が前に出てくるんで、手元の通り道がなくてアウトから来やすくなっちゃうので、右を出して回すんじゃなくて左を引いて手元の通り道を作ったまんま腰を回してこれるようなイメージっていう感じですね。うわ結構むずい。もう一回いきましょうか。 OK、 ナイス、惜しい。ナイススイングですけどね。急に突っ込んでるね。13.4A。アイアンより A じゃない。後ろに、もっと後ろに引いてみようかな。後ろに引っ張る。 OK、 これどうなんだろう。今の良かったと思います。おー、ナイス。ちょっとすごい左には行っちゃったけど、でも今ぐらいこう左のお尻を後ろに引っ張る意識にすると、やっぱりこうヘッドがビュンって加速するので、ボールが飛びやすいかなと思います。めっちゃ後ろに引きました。いいと思います。でこう引くことによって上半身の起き上がりとかも防げたりするので、皆さんもぜひやってみてもらえるといいかなと思います。じゃあ、ビフォーとアフターでいきます。お願いします。ということで、じゃあビフォーとアフターで打っていきたいと思います。お願いします。最初じゃあビフォーのスウェーからこんな感じになるかなと思います。スウェーだと、球的にはスライスとかの方が多いとかあるんですか？そうですね、基本的にフェースは開きやすいです。下半身が回転してないので、基本的にこう横移動だけで打ってるので、フェースの開閉がない分やっぱり右にプッシュアウトもしくはスライスしやすいかなと思います。じゃあアフターでいきたいと思います。ナイス。ナイスよ。自分で言ってしまったすんごいまっすぐだね。めっちゃまっすぐの球、いい感じです。いい感じです。はい、ということで、じゃあデータの説明に行きましょうか。データの説明をしていきたいと思います。まずビフォーの数値からなんですけども、ビフォーがヘッドスピードが 36.8、でキャリーが 174.3、でトータルが 196.8、このスウェーすると数値的にローポイントっていうところを見ていきたいんですけど、ローポイントが A に入りやすい、ローポイントはクラブの最下点ですね、ドライバーはアッパーブローに打っていくので、クラブの最下点っていうのはボールよりも手前に来る方がいいので、B の数値っていうのが理想なんですけど、A に入ってしまっているので、距離がやっぱり出ていない、そもそもヘッドが走っていない状態ですね。
で次アフターの数値になってくるんですけど、アフターの数値だとまずヘッドスピードが 40.1、はい、ビフォーに比べると 3.3 アップです。はい、でキャリーが 216.5 ヤード、キャリーでいうと42ヤードアップ、すごいですよね、はい、すごいよこれで。トータルが 240.5、トータル自体も43ヤードアップ、でローポイントもしっかり 14.8B で適正値の B に入ってるかなと思います。すごいね。すごいですね。40ヤードアップ。けどそのやっぱ後ろに引くっていうのをするとやっぱ私もヘッドスピードちょっと速くなってたので。確かに。萌え自体もさっき33点いくつだっけ？5ぐらいじゃなかったっけ？33.5 で190が35まで上がってるので、これでミート率もうちょっと上がってくればトータルももっと200ぐらいは飛んできてくれるよなっていうイメージですよね。なんでまあその左の壁、特にヘッドスピードがなかなか出ない人は左のスウェーしてる場合もあるかなと思うので、左の壁内股にするのでもいいし、後ろから引っ張れるような意識で振ると自然にヘッドスピードが上がって飛距離アップにつながってくるかなと思いますので、ぜひ皆さんやってみてください。やってみてください。お願いします。E スイングにはスイング分析に特化したトラックマンが置いてありますので、最速で上達することができます。また E スイングの LINE 公式アカウントを登録していただくと定期的に視聴者プレゼントを配信中です。概要欄の LINE を追加していただき、正面と後方からスイング動画と今現在のゴルフのお悩みをテキストで送ってください。私が1分間のレッスン動画をお送りいたします。ぜひ LINE 登録とスイング動画お待ちしております。ということでこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメント、LINE 登録お待ちしております。次の動画までまたねー。